はい、水亀座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。そして前回ご紹介させていただいたこちらのホロスコープブック、たくさんのご予約をありがとうございました。楽天ブックスさんの方でちょっとだけね予約できなかった時があったみたいなんですが、今は復活しています。また概要欄に載せていますので、よかったら詳細ご覧ください。そして10月4日からは実際に書店にて手に取ってご覧いただけますので、ぜひ中をねパラパラと見てください。とっても可愛いデザインで見やすくて構成も分かりやすくなってますので、何かしら皆さんの自分の好きなところ一つでも増えていくんじゃないかなと思います。電子書籍も始まります。よろしくお願いします。では、ここから9月後半のタロットリーディングをさせていただきます。お願いします。ちょうどね9月15日が乙女座で起こる新月なので、さらに水星の逆行も終わりますのでね、物事を整理していく、企画していく、年末までの企画を立てるとか、そういうのとってもいいんですよね。で、それがいいなと思ったので、また次回年末までの動画3ヶ月分のまとめた動画をアップしますので、そちらも楽しみにしててください。まずはちょっと2週間のね流れを見てみましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。9月後半です。ワンドの3、ソードエース逆、カップキング、カップ6の逆、ペンタクルスエース、カップページ、ペンタクルスのページ逆ですね。気をつけることや対策としてはソードの6の逆とワンドクイーン、そしてオラクルはソードの9逆、って感じですね。9月の23日までっていうのは少しねこう人の目を気にしたりとか、自分の内側にこう目が向きやすい時だったりするので、もしそこで悶々と考えてしまっているとしたら、意識的にねちょっとそこから離れてみるっていう風にしてください。でオラクルがこの、ソードの9が出てくる時っていうのは、要するにご自身が考えなくてもいいことを考えてしまったりとか、何か余計な不安を引き寄せて不安の中に自分を閉じ込めて、でどうしようって言ってるって感じがするので、いやいやもうその不安な思考をちょっと置いといて出てきてくださいねって、現実に出てきてくださいねっていうのが一番のメッセージです。でもそれは簡単に出られると思います。9月の23日以降っていうのはそのねちょっと内側に入ってた意識から急に外に出るっていう、ちょっと外に行ってみようとか、やっぱやってみようみたいな形になるので、すごく急にね変わる可能性があります。いい風に昨日まであんなに悩んでたのに今日はめちゃくちゃハッピーみたいなことも起こりうるということです。そして基本的に水上座の皆さんやはり未来に対しての期待が強いというか、もし今があまり満たされていなくてもここから良くなっていくはずだっていうね、未来の期待とか、じゃあ仕事こうやっていこうとか、何かそういう希望や期待があるのかなっていう感じもありますし、それに対しての協力者だったり、それを認めてくれる人だったり、応援してくれる人だったり、サポートしてくれる人がいるのかなっていうのもあり、すごく今までちょっと後ろめたかったこととか、何かこだわっていたこと、今までの、自分の、好きだったこととかを終えて、よし未来のために進んでいこうみたいな、何かすごく精神的な踏ん切りをつけて進んでいこうというふうにしているので、とてもいいんですね。この切り替えとてもいいです。そしてその後本当に大事なものを育てていくみたいなね、ものすごくこう価値あるものを見つけて、それを大事にしていく、育てていくよって感じが出ています。何かやはりいいものが見つかるんでしょうね。ちょっとポイントなんですけど、その9月23日以降っていうのはちょっといつものテリトリーと違うところに足を運ぶとか手を伸ばすっていうのがいいんですね。今だったらネットでどこでも何でも情報って入ってきますので、自分がいつも見ないサイトだったりとか関わらない人だったりとか、そういうのもいいと思いますし、もともとご自身が好きな専門性をもっと極めてみるとかもいいと思います。何かそういうその情報とか、あとは情報だけじゃなくてもドキュメンタリーとかですね、この人がこういうふうに生きたっていう事実の
中から自分は経験してなくても誰かが経験したことを学ばせてもらうっていうことで、それがすごくプラスに働きそうです。でその中でこうね、新しい自分の感覚や感性っていうものが生まれてきて、一つずつ進めていこうみたいな、慎重に一つずつ進めていこうという感じが出ています。でそれは自分の自信にもつながりますし、ビジネスにもつながるっていうふうに言われてるんですけれども、ただちょっとだけ流れがね、こうエスカレーター式に流れてるかというとそうではないので、自分の足で歩いていかなきゃいけないっていうところを、意識しておいてください。特に9月23日までっていうのは、なんか自分が歩いてるこの道は合ってるのかなって思いやすかったりとか、なんかこれ今自分は一生懸命やってるけど他者からはどう思われてるのかなとか、何かそうぐるぐるしたねこう思考の中に入ってしまいやすい時なので、そこだけ気をつける。そして9月23日以降は具体的な行動に出る。ちょっとやってみたかったこと、遠かったけど行ってみるとか、ちょっと難しいと思ったけどそこまでタッチするとか、何かそういうふうに可能性をですね、自分の可能性を広げる努力、行動っていうものを何か一つすると、それはすごくプラスに働いていきますよというふうに出ています。人間関係で言っても、なんか本当にいい関係を築きたいなと思っていたところ、良さそうな人と出会うっていう感じがあり、ただ盛り上がっていくまでにはちょっと時間がかかりそうなので、しばらくお友達とか知り合いっていう形でお互いを知りながら行くのかなとか、ビジネスにおいてもいきなりガッとなんか合併とかそういうね、なんか一緒にやりましょうみたいなではなく、ちょっとずつ知り合いながら様子見ながらっていう感じがします。はい、やっぱり一番気になるのはやっぱオラクルですよね。ちょっと見てみましょう。ペンタクルの5か。はい、ちょっと待ってくださいね。ペンタクルのクイーン、ワンドクイーンということで、サンプルですけど実際はきちんとお仕事もされているし、実際はお友達もいるし、自分の趣味もあるし、生活はそこそこちゃんと成り立っている。だけど実はお金のことで苦労してるんですとか、実は借金があるんですとか、何かそう人に言えない隠しておきたいことっていうものが今ちょうど内側に向かう時なので、そういったことをどうしようかなって考えてるっていうのはあるかもしれませんね。だけど何かね、現実、多少現実を作っていくための、タイムラグっていうのは必要ですが、ずっとこの見えない不安っていうのを自分の思考の中で抱えながら、現実をなんか探っていくというよりは、そうですね、ちょっと待ってくださいね。今この現実はちょうどそこから抜け出して新しい価値をつけていきましょうとか、何かお金を稼いでいきましょうとか、そういうのはすごく出ています。人間関係に関してもね。で実際のお金が問題じゃないんですよね。実際のお金ではなく、自分にはなんか人に言えないなんかコンプレックスっていうか、こんなこと人に言えないみたいな、隠していることが自分を、苦しめているかもしれないけれど、誰しもそれに似たようなことはあると。誰しも自分があんまり人に言いたくないことだったりとか、隠しておきたいこととかコンプレックスは誰でもありますよと。でそしてクイーンのペンタクスっていうのが出ているので、そういった葛藤や経験をしていること自体が実は人生にとって豊かなものを実感できる要素であり、時期的にはなんていうのかな、いい時もあれば悪い時もあると。そして今言われているのは、自分の至らなさとか卑下する気持ちに光を当てるのではなくて、現実的な喜びや価値、今生まれようとしている価値に光を当てて、それを行動に起こしていってくださいっていう感じがしました。可能性っていうのは小さいんですけどたくさんあります。でこのたくさんある可能性のうちのどれなのって思うかもしれないんですけども、一番の可能性は今自分が経験していることっていう感じがあって、
だからちょっとうまく言えないんですけど、例えば何かお金を稼ぎたいと思ってらっしゃる方は、じゃあ何をしたらうまくいくのって思うかもしれないんですけど、そのいろんなことに手を出してうまくいかなかったっていうことを経験してる自分自身に価値があって、それがなんていうか種なんだよっていうか、そこを基準にしていくんだよっていう形なので、小手先の技術でこれですかあれですかっていうのは実は関係ないっていう感じがしますね。なんかそんなことをこの2週間の中でもしかしたら感じるかもしれません。あ、私自身が価値だったとか、私自身にその魅力があったとか、今の自分のこの感性こそが、源泉だったみたいなことを感じていくかもしれないのでね、意識的に意識的にこの運を使おうと思ったら、やっぱり余計な思考が働き出して、あ、また考えてたと思ってちょっと置いて、とにかく動いてみようみたいな、とにかく情報を得てみよう、行ってみようっていうふうに足を動かしてみてください。はい、それがいいかなと思いました。ということでここまでにしておきます。また次回ですね、3ヶ月分の動画を、アップしたいと思いますので、年末までのね過ごし方としてアップしたいと思いますので、楽しみにしててください。ということで、ぜひ9月末もいい時間をお過ごしください。最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。